今回は、懐中時計風の作品の作り方動画。左が表面、右が裏面で、だいぶ違う印象の作品。では早速作業開始。まずは、マスキングテープを用意。レジン液は、人魚の涙、クレアを使い、着色剤の、宝石の雫、ホワイトを混ぜる。ちなみにこの金枠は、100均の、キャンプーで購入したもの。今回の作品に、ぴったりの形状なので、採用したみたい。さてさて、もう一色調合するで。宝石の雫、ブラックに、ミラーパウダーを混ぜる。今回の作品の表面に、ぴったりのベース色。ミラーパウダーを混ぜたのは、正解。めっちゃ綺麗。枠内に塗り込んで、硬化したら、人魚の涙、クレア、を全体に塗る。傾ければ、少しずつ流れていく感じのこの粘土。いい。そして、三角形の小皿には大量の、歯車の部品。これらの部品は、100均の、セリア、で購入したらしい。ちなみに、おそらく2年くらい前に、購入したと思われる。ようやく使ってもらえたパーツたち。なんだか感慨深い。まだまだ押し入れに眠っているパーツも、たくさんあるんだろうな。それはさておき、奥さんが頑張って作業している間に、次回作品予告タイム。次回の作品は、虹色シェーカー。流行りの、中身が動くシャカシャカシェーカーに、角度によって色が変わる、あれ、を使っている作品。なんだか結構、ネタバレしちゃってるけど。チャンネル登録して、動画を待っててくれると嬉しい。高評価やコメントも、励みになるのでよろしくお願いします。さて、作業工程を見ていこうかな。ここからは、人魚の涙、マリーンを使う。枠を越えて盛るには、高粘度のレジン液が良い。すっかりお気に入りのレジン液となった、人魚の涙。ひょっとしたら、他にも使いやすいレジン液が、あるのかもしれないが。まあ当面は、人魚の涙も、星の雫も、ストックがあるので、新たにレジン液を購入しなくても、しばらく困らない。それにしても、レジン作品を作り始めてもう、約2年。YouTube に動画を投稿するようになって、約1年半か。ありがたいことに、チャンネル登録者も徐々に増えてきているし。このまま継続して、動画投稿していこうと思います。もっといろんな国の人に、見てもらいたいので。なので、翻訳字幕の設定も継続するよ。データ的には、まだあまり翻訳を使ってもらえてないけど。逆に言えば、確実に少しは、翻訳を使ってくれている人もいるからね。さてさてだいぶ、歯車も揃ってきて、メカニカルな雰囲気満載。
奥さんにしては、珍しい作品を作ったものだ。とふと思っちゃう。作品作りの幅が、広がってきたのかもしれない。とまあこんな感じで、順調に作業を進めていって、枠内の、最後のパーツを接着。残りのパーツは、またしばらく押し入れコース。さて、今回は、懐中時計を模しているので、12時の位置に、キュービックジルコニアを、配置しておく。後で、3時、6時、9時の位置にも、装飾を行う。ここでさらに、レジン液をもりもりしていく。溢れたら、綿棒できれいにしておこう。粘度が高いとはいえ、こまめに作業しないとね。さて、猫ちゃんを配置。金色の可愛い猫ちゃん。しっかり接着しておかないと、遊びに行っちゃうからね。そして、青色のストーンを配置。さっき言ってたように。3時、6時、9時の位置にこれを接着する。本物の時計のギミックがあれば最高なんだけど。今回はしょうがない。でも奥さんは諦めてない。いつかギミックありの、懐中時計を作れるように祈ってて。さて、最後のパーツも、接着完了ということで。硬化したら、これで表面は完成。少し横から見てみよう。厚みはこんな感じ。さてここからは、裏面の装飾作業を進めていく。この素敵なマスキングテープを使う。ちなみにこちらは100均の、セリアで購入したもの。こんな便利なものがあるということに、感動するレベル。カットして、貼り付けるだけといえばそうなんやけど。これも、ナイスアイデアってことで、よしとしよう。さて、気になるバリをカットしたら、裏面も、しっかりレジン液でコーティング。いつも思うけど、アイデアって大事やな。さて、もうすぐ完成ということで。今回は、懐中時計風の作品で。表面は、歯車のパーツを散りばめた、機械的な装飾で。裏面は、素敵なマスキングテープを使用した、幻想的な装飾と、少し変わり種な作品でしたね。恒例の、僕の可愛い姿が見られるエンディングまで。最後の最後まで見ていってくれると嬉しい。それではまた、次回作品で会いましょう。